こんにちは。認知症って聞くと、ちょっと怖いなって思っちゃいますよね。でも、今日のこの解説では、その漠然とした不安を希望に変える最新の科学についてお話ししたいと思います。あなたの未来は誰か他の人じゃなくて、あなた自身の選択にかかっているんだっていうすごく力強いメッセージなんですよ。さあ、早速見ていきましょう。遺伝だから仕方ないとか、年を取れば誰でもそうなるでしょって多くの人が認知症を避けられない運命みたいに感じてるんじゃないでしょうか。このスライドの問いって誰もが一度は考えたことがある、そんな不安ですよね。でも実はそうじゃないかもしれないっていうすごく希望の持てる答えが最新の科学から出てきてるんですよ。ここで考え方をガラッと変えてみませんか？左側の遺伝による運命っていうちょっと昔の常識から、右側の自分で能動的に遅らせられるっていう新しい科学へ。そう、認知症はもうただじっと待って受け入れるだけの運命じゃないってことなんです。この解説を通して、私たち一人一人が自分の脳の健康に対してどれだけ大きな力を持っているのか、きっと実感してもらえると思います。で、そのパワフルな証拠がこの数字です。45%。これすごい数字だと思いませんか？世界でものすごく権威のある医学雑誌ランセットが2024年に発表した数字なんですけど、すべての認知症のうちなんと半分近く、この 45% が私たちの生活習慣を見直すことで予防できたり、発症をぐっと遅らせたりできる可能性があるってことを示してるんです。まさに希望の数字ですよね。じゃあ、具体的に何をすればいいんでしょうか？まずは敵を知るということで、本当のリスク要因をちゃんと理解することが第一歩です。ここからは、私たちが自分でコントロールできる12のリスクについて見ていきましょう。さて、このグラフ、これね、すごく面白いんですよ。リスクの一番上に来てるの、何だと思います？なんと、難聴、それから悪玉コレステロールが高いこと、それぞれ 7% です。認知症予防って言ったらなんか難しい計算とか脳トレでしょって思ってた方多いんじゃないでしょうか。でも実はこんな意外なところにリスクが隠れてたっていうことなんですね。これはつまり脳の健康が血管とか耳とか体全体の健康とものすごく深くつながってるっていうことの何よりの証拠なんです。ここで一つ大事なキーワードを紹介します。認知的予備力。コグニティブリザーブとも言いますけど、これは言ってみれば脳の貯金みたいなものです。若い頃からの勉強とか頭を使う仕事、人との交流、そういうものでこの貯金って増やせるんですね。で、この貯金がたくさんあれば、たとえ脳の一部がダメージを受けても、別の道、別の神経回路を使って機能を保つことができるんです。まさに脳のしなやかさ、レジリエンスそのものって感じですよね。ただ、これちょっと急いだ方がいい話でもあるんです。このタイムラインを見てください。認知症の本当の原因って症状が出るなんと20年以上も前から静かに進行してるんですね。例えば70代で症状が出たとしても、その種っていうのは実はもう40代とか50代の生活の中でまかれてるんです。だから対策を始めるならいつかじゃなくてもう今しかないんですね。さあ、リスクが分かったところで今度は具体的な解決策です。認知症に負けないライフスタイルを作るためのはっきりとした3つの柱。食事、運動、つながり。この3つについてお話ししていきます。まずは食事ですね。科学的にもこれがいいよって言われているのがこのマインド食です。スライドにあるみたいに葉物野菜とかベリー、お魚をたくさん食べて、逆にお肉の油とか甘いものは控えめにっていうのが基本です。で、面白いのが、日本の研究だと欧米とはちょっと違って、乳製品が認知症のリスクを下げるかもしれないって言われてるんですね。和食のいいところはそのままにヨーグルトとか牛乳もうまく取り入れていきたい。そんな感じですね。そしてアルコールについては、ちょっと耳の痛い話かもしれません。このスライドの言葉、結構ショッキングですよね。でも、これが最新の研究が示している事実なんです。ほんの少しのお酒でも私たちの記憶の司令塔である脳の海馬という大事な部分を小さくしてしまう可能性があると、脳のことを大事に考えるんだったらアルコールは飲まないのが一番安全ということになりそうです。次に運動ですけど、ただ歩くだけじゃもったいないんですよ。脳を最大限に元気にするコグニサイズっていう方法があります。これは運動のエクササイズと認知のコグニションを合わせた言葉なんですけど、前頭前野っ
っていう脳の司令塔みたいな部分をものすごく効率よく刺激できる方法なんです。やり方はすごく簡単です。例えば、このスライドみたいに、ちょっと早めに歩きながら引き算をしていく。これだけです。で、ここでのポイントは、ちょっと難しいな、たまに間違えちゃうなっていうくらいの難しさがベストなんです。これが脳にちょうどいい刺激になって、BDNF っていう、言ってみれば脳の栄養剤みたいな物質が出て、神経の新しいつながりが生まれるんですね。そして、つながりっていうと、人との交流を考えますけど、それだけじゃないんですね。私たちの五感と脳のつながりっていうのも実はすっごく大事なんです。例えば、聞こえが悪いままにしておくと、脳がね、なんて言ったって聞き取ろうとするのに、すっごいエネルギーを使っちゃって疲れちゃうんですよ。補聴器を使ったり、食事の時によく噛んだりすること。これって脳の無駄遣いを減らして、同時にいい刺激を与えるとっても大切なことなんです。脳の健康といえば、絶対に外せないのが睡眠です。なんでかっていうと、私たちがぐっすり眠っている間に、グリンパティックシステムっていう脳専属のお掃除部隊が働いてくれるからなんです。日中脳に溜まったアミロイド β っていうゴミ、これがアルツハイマー病の原因の一つとも言われてるんですけど、これを深い眠りの間に洗い流してくれる。まさに脳のお掃除タイム、デトックスタイムってわけなんですね。じゃあどうすればこの脳のお掃除システムをうまく働かせられるんでしょうか？大事なのは実は睡眠の長さです。このスライドにあるように長すぎず短すぎずだいたい6時間から7時間くらいがベストだって言われてます。もし日にちに眠くなっちゃったら昼寝は30分以内。このシンプルなルールを守るだけであなたのお掃除部隊は最高の仕事をしてくれるはずです。さて、ここまで食事とか運動とかいろいろ見てきましたけど、大事なのはこれをバラバラに考えるんじゃなくて、一つの良い習慣が次の良い習慣を呼ぶポジティブスパイラル、つまり良い循環を作ることなんです。このスライドを見てください。これがまさにその最高の例です。例えば補聴器を使うっていうたった一つの行動。それがきっかけで人との会話がまた楽しくなる。そうすると友達と会うために外出したくなる。外出すれば自然と歩く量も増えますよね。ほら、一つの小さな変化がまるでドミノみたいに次々と脳にいいことが起こっていくんです。皆さんだったらどんな小さな一歩からこのサイクル始めてみますか？そして最後に一番大事なことをお伝えします。完璧じゃなくていいんです。今日お話ししたこと全部を明日からやろうなんて思わなくて大丈夫。大切なのは今日より今日、何か一つでもいいから脳に良い選択をしてみること。その小さな一歩一歩があなたの未来を大きく変える力になるんですよ。さあ、いよいよまとめです。この質問、ぜひ自分自身に問いかけてみてください。それはちょっと遠回りして散歩してみることもかもしれないし、久しぶりに友達に電話をかけてみることもかもしれません。本当にどんなに小さなことでもいいんです。今日あなたがするその一つの選択が未来の自分への最高のプレゼントになるはずです。